100億円稼いだ人の考え方。こんにちは。一生使える勉強法を書いたアッキーです。それでは今回はマネー30歳で150億稼いだ私の思考法について解説していきます。この本はイギリスの起業家ロブ・ムーアが書いた本です。彼は平凡な家庭で育ち、20代の頃は借金を抱えて貧しい生活を送っていました。しかしその後ビジネスで成功し、30歳にして150億円のお金を稼ぎます。ミリオネアの仲間入りです。当時の彼はお金持ちに対してネガティブな印象を持っていました。例えば道路を走るフェラーリを見て、きっとやばいビジネスで儲けたお金なんだと悲願でいました。しかし現実にお金持ちとなった彼は当時の考え方は間違っていたと本書で話しています。現在の彼はお金のメンターとして多くのクライアントを抱え、お金を賢く増やし豊かな人生を実現する方法を世界中で教えています。そんな彼がお金に関わる基本的な考え方を書いたのがこの本です。お金をうまく使えば生涯続くお金との幸せな関係を作ることができます。この動画では圧倒的にお金持ちになる方法を3個解説します。お金にまつわる思い込みや正しいマインドについて分かりやすく説明していきます。この動画を見て自分もお金持ちになりたい、ファイヤーしてみたいと思った人はいいねやコメント欄で教えてください。1個目、なぜかお金が集まる人の思考パターン4つ。すべての考え方には正反対の考え方があります。自分が事実だと信じることを嘘だと考える人も必ずいます。多くの人はお金について現実的に考えるよりお金を夢見ることに時間を費やします。またお金のことに夢を見るよりお金の心配に多くの時間を費やします。これだとお金持ちにはなれないです。これからお金持ちになる人となれない人の考え方のパターンを4つ解説します。あなたはどちらの考え方に共感できますか？もしお金持ちの考え方が新鮮だと感じたら、その考え方を今日から取り入れてください。1つ目、お金持ちの考え方。お金は全ての善の源だ。お金持ちじゃない人の考え方。お金は諸悪の根源だ。後者はお金についてよく語られる間違った考えの一つです。本当にお金が諸悪の根源なら、お金の登場以前は悪が存在しなかったことになります。お金は悪の手段となることはあっても、お金自体に善悪はないです。むしろ全て善の源と考えて、お金をいいことのために使ってください。例えば病気を治す、寄付を行う、時間を買って他人を助けることです。お金がなければどうにもできない問題はたくさんあります。お金っていうのは人間の意思を実現するための単なる手段です。財布に入っている3000円で銃弾を購入して罪のない人に向けて無差別に発砲する人もいれば、同じ3000円で300円のハンバーガーに2700円のチップをつけることができます。お金自体に善悪はないです。お金はどうにもならない問題を解決できる手段になります。これがお金持ちの考え方です。2つ目、お金持ちの考え方。お金に一生懸命働いてもらわなければならない。お金を持たざる者の考え方。お金を作るには一生懸命働く必要がある。多くの人はお金を稼ぐためにたくさん働かなければいけない。そう考えます。しかし単に一生懸命働くだけでお金持ちにはなれないです。そして単に一生懸命働くだけではいつか壁にぶつかります。その壁とは1時間あたりの収入が伸び悩み、働けば働くほど収入が減る状態です。時給は増えないのに労働時間だけどんどん長くなります。仮に給料が上がっても仕事に使う全時間と比べれば割に合わないことが多いです。一方、お金持ちは収益性と労働時間が直結していないです。働かなくても収益が得られるシステムを作り出して、労働時間に関わらず多くの収益を得ています。実際にはほとんどのお金持ちは自動で収益を得られるシステムを構築しています。大切なのは賢いハードワークをすることです。好きなことに打ち込んで、かつ収益性を高めることでやりがいのある人生を目指してください。3つ目、お金持ちの考え方。自分がお金を儲ければみんなも儲かる。
お金を持たざる者の考え方、自分がお金を儲けたら誰かが損をする。結論から言うと、窃盗や詐欺じゃなければお金を儲けても他の誰かが損をすることはないです。人はある商品やサービスに価値を見出したとき、自分自身の選択でお金を支払います。その際に買われた商品やサービスは相手の役に立っているため、騙しているわけではないです。逆に言えば、売り上げを増やしたいならサービスと価値を増やすことが必要です。大切なのは、あなたが提供する商品やサービスに見合った価格を設定することです。もし商品やサービスの価値を高められれば、それに合わせて価格を釣り上げれば OK です。4つ目、お金持ちの考え方。優先順位の低い仕事をする時間はない。お金を持たざる者の考え方。お金を作る時間がない。時間の真理は誰にとっても1日は24時間ってことです。ビル・ゲイツの1日もあなたの1日も同じ24時間でできています。もしあなたにお金を作る時間がないのであれば、それは今のあなたにはお金が重要ではないからです。つまりお金を作るための時間の確保の優先順位が低いってことです。多くの人は無意識のうちにお金作りよりも現状の維持や快適さをより強く求めています。例えば子育てをしている母親はお金を作りたいと考えても時間とエネルギーを育児に集中させます。またゲームが好きな人はお金が欲しいと考えてもなかなかゲームをやめられないです。重要なのは利益を生み出す仕事で自分の時間を埋めることです。これができなければあなたの時間っていうのは他の人たちの仕事によって埋め尽くされていきます。例えば一日の終わりに大切な仕事が一つも終わらなかったのに、誰かから頼まれた急ぎの仕事にばかり追われることってありませんか？優先順位をつけなければあなたの時間っていうのは他人に使われてしまいます。お金持ちは自分の時間にとても厳しく戦略的に考えています。お金持ちになる人が必ずしも一般人と比べて頭が良かったり才能が恵まれているわけではないです。単に時間と優先順位の価値を知っているだけです。自分のやるべきことに優先順位をつけて毎朝1日のスケジュールを立ててください。大切なのはあなたが立てたスケジュールを他人に奪われないように守ることです。お金持ちになる方法の2個目、最大の強みを見つける5つの質問。お金を稼ぐにはビジネスモデルが必要です。ビジネスモデルには3つあります。1つ目はお金儲けはできそうだけど自分が乗り気じゃないビジネス。2つ目は自分は乗り気だけどお金儲けができないビジネス。3つ目は自分が乗り気でかつお金儲けができるビジネスです。3つ目のビジネスモデルを目指すのが理想です。自分が乗り気になるビジネスを考えるにはまずはあなたの強みを考えることです。ここではあなたの最大の強みを見つける5つの質問をします。解説を聞きながら自分の強みは何か考えてみてください。1つ目、自分の得意なことは何か。あなたの強みはお金を稼ぐチャンスになります。あなたが買ったものや稼いだお金は何かの拍子にあっさりと失うことがあります。しかしあなたが獲得したスキルや知識は失うことがないです。なんであれば自分の右に出る者はいないのか。これを考えてください。どんなにニッチな分野でも最も知識がある人は常に大きな報酬を得ることができます。例えばプロボクサーの場合を考えます。プロボクサーの平均年収は日本円で約770万円です。しかし1試合だけで数億円稼ぐボクサーもいます。またファイトマネーの歴代最高額は約56億円です。つまり1つの試合で平均的なプロボクサーの年収の700倍以上を稼いでいます。他の職業でも同じです。弁護士の平均年収は1320万円です。でも最も稼いだ弁護士の純資産額は1700億円です。どんな分野でもナンバーワンになれば大金に変わるチャンスがあります。自分の得意なことは何か考えてみてください。2つ目、これまで情熱をかけてきたことは何か。お金になるかどうかひとまず置いておいて、自分が昔から好きだったことを考えてください。幸せなお金持ちの特徴は他の人たちよりもほとんどの時間を好きなことに費やしていることです。人は相手の情熱にお金を払います。
なぜならそれが魅力的に見えるからです。あなたが長い間続けてきたこと、没頭していた趣味を考えてください。コツはどんなことに時間とお金をかけてきたか。これを考えることです。僕の場合は勉強と読書です。毎年730冊の本を買って、それを読むことに時間を投資しています。このようにあなたが情熱をかけてきたことを考えてみてください。3つ目、お金が目的じゃなかったら何をするか。ここで一度お金を稼ぐことから離れてみましょう。あなたが没頭できることは何ですか？どんなことであれば仕事のように感じずに続けることができますか？大切なのはお金を稼ぐことを目的に得意なことを考えるのではなく、もともと得意なものをビジネスチャンスに変えることです。そのためにはお金を稼ぐことを無視して苦痛を感じずに続けられることを考えてみてください。4つ目、最大の試練を受け入れたら何が起こるのか。何かを達成するためには必ず試練が待ち受けています。あなたが大きな試練にぶつかった時、それに耐えられるかどうかがポイントになります。そのための準備としてどんな試練が待ち受けているのか、その試練に耐えたらあなたはどんなことを得られるのか、これを前もってイメージしておくことです。何か高いハードルにぶつかった時は、このハードルを乗り越えたら何が得られそうか考えてみてください。ハードルを越えた先に成功の道が続いています。5つ目、どんな分野なら他人に貢献し、他人の問題解決を楽しめるか。ビジネスの本質があります。それは他人の問題を解決して社会貢献することです。単に自分が行うのは好きでも、他の人がやるのを手伝うのは好きじゃないことがあります。例えばあなたがゲーム好きなら、他人のためにゲームの面白さを伝えたり、ゲーム実況することはできますか？本を読むのが好きなら、他人のために本を読むことが苦痛になりますか？他人の問題解決のために自分の得意な分野を活かせられれば、それがそのまんまビジネスチャンスになります。どんな分野であれば他人の問題解決を楽しめるか、これを考えてビジネスにつなげてみてください。お金持ちになる方法の3個目、残業は悪、時は金なりという格言があります。これは時間の大切さを表した言葉です。しかし、お金と時間っていうのは互いに補完し合う関係にあります。つまりお金は時なりとも言えます。時間っていうのはお金と同じくらい大切です。しかし、お金を使えば時間を買うことはできます。これについて詳しく説明していきます。多くの人はお金を稼ぐために定年まで働き続けます。自由な時間を持つのは老後と考えて、好きなことに費やす時間を先延ばしする人が多いです。しかし、いざ老後になるとお金がないか、時間が残っていないケースが多いです。これでは何のために働いてきたのかわからなくなってしまいます。この問題を解決するためには、時間に対する考え方を改める必要があります。世間には成功するにはハードワークが不可欠という間違った思い込みがあります。誰よりもたくさん働ければ一番になれる。これは大きな間違いです。結果やお金を生む可能性のない仕事に時間と労力を使って大きな犠牲を払うのは残念ながら賢いとは言えないです。週に60時間働いて昇進の機会は3年から5年ごと、給料が増えない、好きなことをする時間もない、年収300万円が700万円に上がるには30年もかかる。こんな条件で長時間働くのは時間をドブに捨てるようなものです。確かにビジネスを始めたばかりの頃は長時間のハードワークが必要な時もあります。しかしこれは長く続けるべきではないです。例えば残業する人はお金を稼いでいるつもりでも自分の時間を犠牲にしています。あなたが残業してメリットがあるのはあなたではなくて上司や会社、納税先の国だけです。現代の会社員には老後年金が払われる保証はなく、いつリストラされてもおかしくないです。まずは残業を減らすことに意識を向けて、余裕ができたら副業を始めることを考えてみてください。解説は以上です。お金に対する考え方は大事です。なぜならお金に関する知識は学校では習わないからです。そのためほとんどの親も知らないです。この本にはお金を稼いで
心も豊かになる思考法が多く語られています。著者はどのように考えて30歳で150億円を稼いだのか、気になる人はぜひ本を読んでみてください。今回の解説を聞いてファイヤーしてみたくなった、お金持ちの思考法をもっと学びたい人は、いいねやコメントで感想を教えてください。アッキーの投資アカデミアを見て資産形成にも興味を持ってほしいと思います。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。